通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、以前お伝えしましたハワイで起きましたモンクアザラシへの石投げ事件の続報になります。なんとですね、あれからこの男逮捕されました。事件発生からですね、約1週間になりますが、ついに逮捕されました。そして実名もね、公開されたようですね。まあ現在もですね、それは、この事件を知った人々の怒りが収まらないというような状況になっておりますので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、ついにあの男、逮捕されました。で、このチャンネルでもね、以前こちらの動画でこの件については扱っておりますが、多くの方がね、注目していたようですよ。で、この投稿の直後ぐらいですかね、X でもね、より広く話題になっておりまして、もうあれからこの男をね、今、おそらくネットで一番嫌われてる男に昇格したというような状況になりましたね。まあアメリカからの書き込みでも、今アメリカでね、この男一番嫌われてるよと、そんな投稿もありましたが、まあ本当にですね、有名人になりました。そして今回ね、逮捕されたことにより、一斉に実名も公開されましたので、晴れてね、その身元が全世界に知れ渡ったと、こういった形になったようです。愛されているアザラシラニーに石を投げつける様子が拡散されたarrogantな観光客が事件から1週間後に逮捕された。ということで早速ですが、こちらですね、arrogant とあります。こちらが本日のキーワードになります。arrogant。不快なほど自信満々で他人より自分の方が重要または物知りであるかのように振る舞うこと。ということでね、こちらの arrogant というのは傲慢という意味になります。で、ちょうどですね、似たような表現を同じくね、ニューヨークポストが以前に使っておりまして、それがね、こちらになるんですが entitled とあります。ちょっとね、こちらも一緒に見ていきましょうね。 entitled。自分が努力したりそれに値したりしなくても自分が望むことをする権利や手に入れる権利があると感じていることということでね、こちらの entitled というのも日本語にしますと同じくね、傲慢ということになるんじゃないかなと思います。非常に似たニュアンスを持つワードなんですね。で、こちらのね entitled は非常にね、わかりやすい例があります。それはね、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんですね。あの白雪姫騒動の時、我らが親善大使がずーっと評されていたのがこの entitled でした。つまりこれね、特権意識を持っている人物のことを指しているんですね。以前もね、ちょうどこのモンクアザラシの件で扱いました endangered ってあったでしょ。絶滅危惧という意味ですが、これ構造全く一緒ですね。頭にね N 接頭字がついていて、このタイトルを与えられている、タイトルを持っている状態になる、こういった意味なんですね。で、このタイトルというのは称号とかね、権利、こういった意味になるんですが、タイトルマッチっていうでしょ、あのタイトルです。つまり特権を持っていると勘違いしている人物を指す言葉になっていると、こういうことなんですね。ですので、このね、2つのワード entitled そして arrogant っていうのは、日本語にするとね、どちらも傲慢という形で訳すことはできるんですが、こちらにはね、より特権意識というニュアンスがあるというのを覚えておいてください。で、本日のね、キーワード、こちらね、arrogant ですが、日本語で言うね、エレガントっていうワードあるでしょ。上品という意味ですが、これね、発音めちゃくちゃ似てるんですね。で、日本人にとっては割と鬼門になりますので、これね、こちらがエレガント、ちょっと聞いてみましょうか。elegant。そしてこちら傲慢ですね。arrogant。ね、すごく似てるんですよ。なんですが、上品の方のエレガントの方が、よりはっきりね、もういわゆるカタカナで書くエレガントに聞こえますので、もうこれはね、本当慣れしかないですが、この2つ、全く違う意味ですが、日本人にとってはめちゃくちゃ発音似てますので、間違えないように気をつけてくださいね。言ってもね、言語っていうのは、大体文脈でね、把握してますので、ここまで極端に違う意味でね、履き違えることはないと思いますが、非常に聞こえ方が似ている、全く違う意味のワードがあるというのは頭に入れておいてもいいかもしれませんね。ということで、こちらは、石を投げつける様子が拡散された傲慢な観光客が、事件から1週間後に逮捕された。愛されているハワイモンクアザラシラニーに残酷にも石を投げつけた傲慢なアメリカ人観光客が水曜日、連邦捜査官によって逮捕された。男はその1週間前、自分は金持ちだから逃げ切れると主張していた。ワシントン州コビントン在住の38歳、これ名前が難しい、イゴール・ミハイロビッチ・リトビンシュクは、保護対象動物へのハラスメントの罪で起訴された。ホノルル連邦検察当局と拡散された映像によると、男は先週火曜、ラハイナのフロントストリート沿岸を泳いでいた絶滅危惧種のアザラシに向かって巨大な石を投げつけたという。ということでね、その男がこちらになりますよ。当初出ていた映像と全く同じですね、この人物。今回ね、ついに逮捕されたということです。
で、名前からもわかる通りですね。いわゆるアメリカ人の名前ではないですよね。これより現在ね、ネットでは何人なんじゃないか、何人なんじゃないか、特定の国籍があるんですが、ちょっとここでは言いませんけどね。そのように言われているようです。ただここでもね、アメリカ人というように言われているので、アメリカ国籍を持つ、そういうことなんでしょうね。で、これについてはね、以前もプクタ少しお話ししましたが、この沿岸ではね、これまでにも複数のアザラシが殺されていたということで、余罪追及もね、しっかりしてもらいたいですよね。というのも彼ね、以前の件撮影されたでしょ。で、捨て台詞を吐いてそこから去っていくわけですが、この時にね、俺は金持ちだから罰金はいくらでも払えるんだと。で、毎週ここにいるから、それを持ってこいと言ったって話も今出てるんですね。だからね、ほら、動物虐待をする人物っていうのは、明らかにその感覚というか、おかしいでしょ。何してるかわからないので、そのあたりはね、しっかり調査してもらいたいですよね。で、あれからのラニなんですが、こちらですね、これね、地元のフォトグラファーさんということでいいんですかね。この方のインスタグラムアカウントで、ここですね、これ。一応ね、ここで、アップデートということで、ラニ、無事でしたよ。いつもの場所でくつろいでますよと、このような動画がね、投稿されてるんですね。で、ちょっとね、プクタこれが本当なのかどうか、個人的に確認取ることはできませんが、一応こういった報告が上がっているので、ラニはね、無事だったということなんじゃないかなと思います。でもこれは本当不幸中の幸いと言いますか、あの後ね、しばらく動けなくなってたと報告されていたので、本当良かったですよね。モンクアザラシのラニは元気で、お気に入りの場所でのんびり泳いでいます。元気に過ごしている姿が見られて嬉しいです。彼女が無事でよかった。アップデートを見られて嬉しいです。彼女が無事だと分かって本当に安心しました。というような形でね、このコメント欄ではみんながほっとしているというような状況になっています。で、こちらピープルですね、同様にこれを伝えています。アメリカ連邦警察局によると、リト・ウィンチュクはアメリカ海洋大気庁の特別捜査官によって逮捕された。現在は拘束されており、5月14日、午前9時にワシントン西部地区連邦地方裁判所へ出廷予定となっている。これシアトルの連邦裁判所ですね。有罪となった場合、各罪状につき最大1年の禁錮刑に加え、保護観察処分が課される可能性がある。で、この他にもね、絶滅危惧種保護法というのがあるそうで、最大でね、5万ドルの罰金が課される可能性があると。で、この他にもですね、海洋哺乳類保護法というのがありまして、これが最大2万ドル。つまり追加で2万ドル発生するということですね。そうすると現在のレートで1000万円強ですかね。このくらいになる可能性はあるということですね。金持ちらしいんでね、余裕でしょう。このくらいはね、最大でね、貸してあげればいいんじゃないかなと思いますけどね。このようにしてですね、様々な罪状が乗ってくる可能性があるということなんですね。で、現在ですね、ネットでは今回ね、晴れて実名公開されました。以前からそうなんですけども、彼の職場ですね。そして妻の素性やその職場、全部調べ上げられてしまっておりまして、会社への凸もね、現在すごいことになってるそうですね。レビューボム等々。もうインスタではね、それを呼びかけるキャンペーンなども始まっておりまして、このね、実際の禁錮刑とか、罰金、こういったのもそうですが、社会的にね、かなりの制裁を受けることになるんじゃないかなというような感じですよね。そして何よりもですね、もうおそらくこの彼、二度とこの土地には入れないと思うので、その法的にではなくてね、以前もここの活動家にね、詰め寄られて、ボッコボコにされてるわけですよ。あの意思一発がね、本当に大きな代償になりましたよね。で、こちらね、AP に書かれているんですが、マウイ郡のリチャード・ビッセン市長は、今回の起訴は、保護対象の野生動物への虐待は容認されないという明確なメッセージを示すものだと述べた。そしてここです。また、山火事後にラニが戻ってきたことは、困難な時期に癒しと希望をもたらしてくれた。ラニは人間性や弱い存在を守ろうとする本能が、今もなお人々を一つにできる価値観であることを思い出させてくれる存在です。とビッセン市長は声明で述べた。ということで、これね、何を言ってるかというと、2023年にね、マウイ島の山火事があったでしょ。覚えてる方いらっしゃいますか？実はこの山火事の件、このチャンネルでもね、初期の頃に扱っているんですが、すごいですね、ここに来て繋がるわけですけどね。これもうね、ハワイ史上最悪級の災害と呼ばれておりまして、もう多数の死者も出ましたし、大変な被害をもたらしたんですね。で、この時にですね、このアザラシのラニは、そのね、焼き尽くされたラハイナに戻ってきてくれたそうなんです。で、これにより、このアザラシのラニは、この地元民にとってはね、希望の象徴になっていたと。こういうことだったんですよ。こういう背景を聞くとね、そりゃ住民怒るよねって話ですよね。だからあの石がね、ラニに当たらなかったというのは、今回逮捕されたこの犯人にとって本当に幸運だったということですよ。もしあれが当たっていてね、おそらくその場合はね、大怪我していたでしょう。場合によっては死んじゃっていたかもしれませんね。これほんと大げさじゃなく、ただじゃ済まなかったと思いますよ、この男。こちらね、CNN が今回の逮捕の件伝えています。愚か者が愚かなことをしている。全くイカれた野郎だ。生成したよ。マウイのビーチには至急、あらゆる言語で注意。看板を出すべきだ。ここね、あいつなんかクソくらいと。あの男のところにアザラシ全員を行かせて、順番に顔を引っ叩かせればよかったんだよ。
一頭残らず全員にな。このクズは気にしない。自分は金持ちだから罰金なんて払えると言っていた。反省の色もなく、また同じことをやるだろう。最大7万ドルの罰金と1年の懲役を食らって、顔写真もネット中に拡散されて、自分のやったことを思い知ればいい。少なくとも司法制度が正しいことをしようとしていることには感謝したい。誰も見ていない時に、この男が何をしているか想像もつかない。ほんとこれですよ。残酷さには居場所はない。ただ罰金を払うだけじゃなく、自分のやったことをじっくりと考える時間も必要だ。ということで、今回の件ですね。あれ、たまたま地元民がこれ撮影してたから、この逮捕劇につながり、全てがつまびらかになってるんですね。で、おそらくこれ撮影されてなかったら、つまりこれを誰も見ていなかったら、スルーされていたわけでしょ。以前もね、この周辺で16件同じようなことがあって、1件しか起訴できていないなんて話しましたが、いや、そう考えるとほんとね、見えていないところでこういった人たちが何をしているかって、もうほんと恐ろしいですよね。これで人々も学ぶことになるだろう。もし自分がビーチを歩いてる時に、誰かに巨大な石を頭へ投げつけられたらって想像してみろよ。これをきっかけに少しでも常識を取り戻す人が増えてほしい。と、この子が言ってるんでしょうね。はい、ということで本日はですね、以前お伝えいたしました、ハワイで発生したアザラシへ石を投げつけた男の件の続報を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回ね、改めて逮捕になりまして、罰金や禁錮刑もそうですけど、これをきっかけにね、実名がしっかり公表されたというのが一番大きいんじゃないかなと思いますね。一説によるとね、彼、大して金持ちじゃないよなんて言われたりもするんですが、1000万だとしてもめちゃくちゃ大きいかもしれませんね。やっぱりね、それよりも何よりも実名が公表されて、こういうやばいやつだというのが周知されたというのが、すごくね、大きいんじゃないかなと思いますよ。で、どうやらですね、ラニは無事だったんじゃないかと、このように言われておりまして、もし何かあったらね、多分こんなニュースじゃ済んでないと思うので、おそらく無事だったんでしょう。ここはね、ほんと不幸中の幸いでしたよね。そしてね、どこか行ってしまうこともなく、お気に入りの場所で泳いでいるということですので、地元民にとってもね、とりあえずは一安心だったんじゃないかなと思います。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。